どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画でアップした白い絨毯を目指したモノクロ水槽のことは覚えていますでしょうか？まだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。新たなコンセプトを開拓するべく、黒い石と白い水草を組み合わせることでモノクロみたいな感じにしようと立ち上げたこの水槽、見事に惨敗しました。というわけで今回は、まだ始まってすらいないのに惨敗した水槽の起死回生を図るべく、苦悶の表情を浮かべながら苦渋の決断を行ったので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速いつものおさらいから。今までいろんな白系水草に手を出してきた自分が、新たにニューラージパールグラスのホワイトが出たということで速攻購入し、育成の不安を押し切って立ち上げを敢行。もともとグロッソスティグマホワイトを溶かした経験を持っていましたが、育成しやすい種類であるニューラージパールグラスのホワイトならいけるんじゃないかと思ってたんです。とりあえず成長が遅いのはグロッソスティグマホワイトで確認済みなので、5000円もするホワイトニューラージパールグラスの組織培養を2個購入し、ダメ押しに格安で手に入れたはつらつファーム産の組織培養を2個購入。結果1個の組織培養は水上に回したんですが、結構な密度で植栽することができました。ちなみに水上の分は溶けて消えてます。最初は全く動きがなかったんですが、徐々に明暗が分かれてきて、溶けてきた葉や若干だけどランナーを伸ばしてくる葉まで様々。ミスト式で管理を行ったため割とイージーモードかなと思っていたんですが、さすがに白系水草は格が違いました。2週間以上経過しても全く絨毯になる気配はなく、先祖返りした緑の葉が跋扈する中、周りの白の葉は溶けていく一方、最終的に1ヶ月も頑張ってミスト管理を継続していたのに、植栽直後とは比べ物にならないくらいみそぼらしい姿になってしまいました。ここまで来ると時間の喪失とともにとんでもない徒労感に襲われ、完全に虚無と化していたんですが、それを動画でアップすることでなんとか正気を保ちました。これ動画投稿やってなかったらめちゃくちゃメンタルやられてる状況ですからね。高い金額はたいて購入した水草が毎日手入れしているのにどんどん溶け、それを泣く泣く除去していく様は完璧に金をドブに捨てている感覚と同じです。溶けた葉をそのままにしておくとどんどん周りの葉も溶けていくから致し方ないんですが、一株一株の重みが違う金額なので、途中から何やってるんだろうと自問自答する日々でした。結果的に前回お見せした通り完全敗北宣言を行ったんですけれど、それでもここまで来たら引き下がれないという気持ちが芽生えてきました。というわけで起死回生の一手を打つためにこちらを投入していきます。おいホワイトニューラージパールグラス。これマジで悩みました。ショップに行ったら置いてあってまだ諦めるんじゃないと言われてるような気がしたんです。その時マジでこの水槽どうしようと悩んでいたタイミングだったので、長時間悩んだ挙句結局買ってしまいました。そりゃこれ見よがしに置いてあったら買っちゃいますよね。まあいろいろ言い訳言ってますけど、これ完全にコンコルド効果です。このまま終わってしまうと今まで費やしてきた投資の損失が確定してしまうため、投資額が拡大して余計損をすることが分かっていつつも追加で資金投入してしまうやつです。正直この時もどうせダメだろうとは思ってたんです。ただここまで来るともう気持ちの問題で、全部やりきったけどダメだったって結論に至らないとまた同じ過ちを繰り返してしまいそうなんです。なんか自分の中でピリオドを打てる材料を探していたのかもしれません。しかし全くの無策で臨んだわけでもないんです。今までの育成方法とは若干変えて、自分の仮説を試す意味合いも込めて今回はチャレンジしていきます。というわけで全ての株を取り出し株分けした状態がこちら。さすがに4000円強もする組織培養カップなので量はしっかりです。
ただ状態がいいかと言われれば微妙なところで、若干元気がなさそうな株がちらほらあります。まあ今までの失敗を考えれば、これくらいのコンディション不足なんてどうということはありません。1万円分以上の水草と1ヶ月以上の労力を溶かした自分に敵はなし。早速植栽と行きたいところなんですが、その前にやることをやっておきます。それは何なのかというと、この緑色のニューラージパールグラスの撤去です。これをそのままにしておくと、前回同様緑色一色になってくると思うので、少し白色の葉もありますが、無慈悲に引っこ抜きます。なんでこんなにしっかりと根を張っているのかわかりませんが、求めているのは白いニューラージパールグラスです。本来なら喜ぶべき成長具合ですが、今の状態では憎たらしいまでありますね。というわけで、緑色のニューラージパールグラスも撤去したので植栽していきます。今回はまだダメになっていない株はそのままに、穴が開いている部分を重点的に攻めます。正直ダラダラしてても時間がかかるだけで面倒ですし、ある程度密に植えて少しでも繁茂したら注水に移行できるように画策してました。ある程度の成長具合で妥協しないと、結果的に水上で一生過ごすことになりますからね。ちなみに先ほどお話しした育成方法の変更点を解説しておきます。前回までの育成方法は、ライトにカプラアクアの L600 を使用し、出力 30% 程度で12時間照射、1日1回の換気&水の入れ替えを行っていました。ただいろんな仮説を考える中で、最初は光量が強すぎると先祖返りして緑色になるかもしれないと思っていたんですが、最近は白イコール葉緑体が少ないイコール光合成するためには少ない葉緑体でも育つように高光量下で育成した方がいいのではないかと考えるようになりました。正直ここまで来ると多少緑になったところでダメージは少ないですし、一番の目標は溶かさないことです。綺麗な白色を維持したまま健康に育てることは今の自分のスキルでは難しいので、とりあえず生存させる方向に舵を切ります。というわけでライトの出力はマックスの 100% まで引き上げました。そして照射時間は8時間にし、だらだら光を当てるのではなく、自然花と同じようにしっかりメリハリをつける感じにします。また組織培養の水上栽培に関しては、いろんな組織培養をガラスポット栽培している経験上、はじめに湿度低めというか換気量を上げることで水上用に近い形態になるため、そちらの方が丈夫になるのではないかと思ってます。今までは水中に沈めることを目標にしていたため、1日1回の換気にして半水中用の状態をキープする感じで進めていましたが、もはやゴールは溶かさないことなので、注水後のことは度外視で換気を1日2回長時間やることで水上用に気持ち近づけます。そんな感じで湿度と光量の条件を変えて短期決戦に臨んだわけです。というわけで、いろんな条件を変えつつ追いホワイトニューラージパールグラスを行った水槽の末路をお見せします。それがこちら。完膚なきまでに叩きのめされました。だらだら経過報告しようと思ったんですが、皆さんうすうす感づいていたと思うので結果から先にお見せしました。植栽から10日後からこんな感じで全体的に溶け始めて、正直気がめいっちゃってそれ以上のやる気が出ませんでした。本当は照明時間変えたり換気の回数変えたりした方が良かったんでしょうけど、これ以上こねくり回しても変わらないと思ったんですよね。まあさすがに10日でこれだけボロボロだとどうしようもないです。おそらくこれはライトの出力を上げたからとか換気を増やしたからとかいうレベルじゃないと思います。多分溶けた葉が伝染したんでしょうね。明らかに溶けるスピードが前回よりも速いですし、もしかすると低床自体に溶けた葉の何かしらの物質が残っていたのかもしれません。そこまで気にし始めると一から水槽を立ち上げないといけないので現実的ではないです。そこから1週間後にはこんな感じなんで、
逆に無駄な時間費やさなくてよかったかもしれないですね。正直だいぶメンタルにきた水槽でしたが、貴重な経験ができたと思います。というわけでいかがだったでしょうか。完膚なきまでに叩きのめされた新たなコンセプト水槽。結局2ヶ月以上準備してきたのに全てが徒労に終わってしまいました。ただ、これで無駄に白い水草に飛びつかなくて済むと思えば高い勉強代だったと言えるのではないでしょうか。いろんな話を聞いていると、普通に育成できたという方もいるらしいので、全く無理ではないんでしょうけど、相当水草に強い方じゃないと厳しいです。まあ育成成功といっても水上で維持できたくらいの話しか聞いたことはないんですけどね。少なくとも素人が手を出していいレベルのものではないと思います。なんというか、スリーパドマ社から最初にリリースされるこういった珍しい系の水草は、なんとなくうさんくささを感じちゃいますね。自分の育成が下手と言われればそれまでですが、さすがにこれだけ時間が経過しても育成情報が一切出てこない時点でちょっとどうなんだろうと思います。負け惜しみみたいになるんでここでは詳しく話しませんが、機会があればどっかで語ろうと思います。そんな感じでモノクロレイアウト水槽は始まる前に終わってしまいました。こうやって動画で供養できる分自分はマシですが、動画投稿していない方は完全金ドブ案件なので、皆さんはくれぐれもホワイト系の水草は慎重になって購入するようにしてください。というわけで今回はここまで。